ここまでだいぶ歩いたけど、なんか何もないみたいだね。いいえ、まだ気を抜いてはいけないわ。このダンジョンには数学的な謎が隠されているはず。あ、気をつけて。なんだって？しまった、これは罠なのだ。どうやらこの謎を解かないと先には進めないみたいね。仕方ない、やってやるのだ。2の無限上 ?2 を無限にかけ続けているみたいだね。どこまでも大きくなりそうだけど。なんだか怪しい式ね。あら、続きがあるみたいよ。ほうほう。なんだこれ？ゼロが無限に続いてる。そして結果はゼロになった。わけがわからないよ。無限に続いていた2はどこに行っちゃったの？とりあえず落ち着いて。はい。この2は二進法を表していると考えられるわ。まずはそこから調べてみましょう。二進法で数を表していくと、まず0は0であり、1も1のままだけど、1に1を足すと二進法では1が繰り上がり、答えは10となるわ。続いて11となり、さらに1を足すと再び繰り上がって100となるわね。そういえばそんなのあったね。それじゃあこの辺りに着目してみましょう。何か規則性がありそうなのだ。この部分だけを抜き出すとこんな感じになるわね。ふむふむ、なるほど。これは2のべき乗の形になってるね。指数の部分は0の数に対応しているのだ。そういうことになるわね。10進法において10をかけると桁が左にずれるように、2進法において2をかけると桁が左にずれる。これを続けると2の3乗は1000となり、さらに無限に続けると2の無限乗では0が無限に続くため、答えは0となる。なぜなら全ての桁が0になっているからね。そんなこと許されるはずがないのだ。この論理は何かが間違っている。1、2、4、8と続いていくんだから、この先も数がどんどん大きくなっていく。すると2の無限乗はやはり無限になるはず。0になるなんてありえないのだ。ずんだもんの言うことはもっともね。そもそも2の無限乗という表記がちょっと怪しい感じはするけど、それは置いとくとしても、この論理には強い違和感がある。でも私はこの論理が成り立つ世界を見たことがあるわ。なんだって？そう、それは P 進数と呼ばれる世界だった。 P 進数？なんだか不思議な響きなのだ。ここで P は素数を表しているわ。実数の世界は一つしかないけど、異なる素数 P に対し P 進数の世界は別々に存在するので、以降 P は固定された素数とするわね。例として P イコール3としましょう。P 進数は実数の反対のような性質を持っているので、実数と対比して考えると分かりやすいわ。例えば実数としてこのような数を考えるわね。ふむふむ、これは有限小数というやつだね。そう、小数点以下が有限桁で終わっているからね。でも実数の世界ではこのように小数点以下が無限に続くことが許される。さて次に三進法で有限小数を考えましょう。これは単なる有理数だけど、ここからが本番よ。 P 進数の世界ではこのように整数部分が無限に続くことが許されるわ。逆に小数部分に桁が無限に続くことは許されない。ただしこれは P イコール3の場合の P 進数ね。どういうこと？桁が左に無限に続いてる？そんなのありえないのだ。まあ最初は受け入れにくいとは思うけどね。でも驚くのはこれからよ。P 進数では近さの概念が異なるわ。例えば実数の世界でこのような数を考えましょう。ふむ、小数点以下に0が4つ続いているのだ。だいぶ0に近い数だね。その通りね。実数の世界ではここに0がたくさん続くほど0に近い数であると言える。でも P 進数ではこの概念は逆になるわ。P 進数における整数は1の位から0がたくさん続くほど0に近い数であるとみなされる。これが0に近い数？どう見ても0よりずっと大きいんだけど。これが P 進数の本質とも言える特徴ね。なお、今説明した P 進数の定義はだいぶ直感的なものであることをご了承ください。P 進数を厳密に定義するのは結構大変だからね。そうなんだ。ここでもう一度問題を振り返ってみましょう。果たして2の無限乗は0なのかしら？その答えは、もしこれらを P 進数で P イコール2の場合とみなすならば、1の位から続く0が増えていくため、その値は限りなく0に近づくと考えられる。したがってその極限は0であると言えるわね。そう考えるの？まあ確かに興味深い話ではあるけど、こんなこと考えて何かいいことがあるのかな？
それはね。あ、それよりあれを見て。話の途中なのに今度は一体何なのだ。やれやれ、また厄介なのが来たね。2のべき乗が無限に足し合わさっている。どう見ても無限大に発散しそうだけど、その結果はマイナス1と言ってるのだ。これは興味深いわね。p=2と書いてあるから、これも p 進数のお話かしら。そういうことなの？まあ一歩ずつ考えていきましょう。まずこの無限和において2のべき乗を二進法で表すとどうなるかな。1は二進法でも1と表されるけど、2は二進法では10と表される。そして2の2乗は100と表されるのだった。これがずっと続いていくね。すると1桁目、2桁目、3桁目という風に続いていくのだ。1が左に向かってずっと続いているわね。この結果を踏まえて、さっき出てきた2のべき乗の和に関する等式はこのように書き直すことができる。この部分とこの部分は等しいことが分かっているからね。そしてマイナス1を左辺に移項するとこのようになるわ。つまりこの等式が示せれば問題の等式も示せることになる。この足し算はちょっと実際に計算してみよう。1が無限に続く数に1を足すと、最初の桁は0になって1繰り上がる。次の1と繰り上がった1を足すとまた0になって1繰り上がる。これがずっと続いていくから、確かに答えは0となるのだ。したがってこの等式が成り立つから、こっちの等式も成り立つ。そういうことだったんだね。よくできました。ところで p=2 において成り立つこの等式はどこかで見覚えがないかな。そう言われてもこんな不思議な等式は初めて見るのだ。それじゃあこっちはどう？これは等比数列の項を無限に足し合わせた等比級数の公式なのだ。説明してくれてありがとう。なるほど。じゃあこの等式は等比級数の公式で R2 を代入した結果だったんだね。そういうことね。あれ？でも等比級数って R の絶対値が1未満じゃないと収束しないんじゃなかったっけ？それだと R2 を代入することはできないのだ。これは不思議ね。実数の世界と p 進数の世界に奇妙なつながりがあるように見える。でもその間で何かおかしなことが起きている。その正体を調べてみましょう。とりあえず等比級数の一歩手前を調べてみるのが良さそうね。これは等比数列の部分和の公式だね。1Rの2乗と続いていって R の n-1 乗までを足し合わせると、その結果はこういうシンプルな分数で表されるのだ。よく覚えていたわね。あとは R の絶対値が1未満の時、足す項の数を無限に増やす。つまり n を無限大に飛ばすと R の n 乗は0に収束するから、この部分が消えて等比級数の公式が得られるね。ここまでは OK ね。それじゃあ p 進数の世界で同じことをやってみましょうか。難しそうだけどとりあえずやってみるのだ。まずは等比数列の部分和の公式で R を素数 p に置き換えよう。するとこのような等式が得られるね。これは有限和だから特に収束は気にしなくていいのだ。そして足す項の数を無限に増やす。つまり n を無限大に飛ばすと p の n 乗は a とどうなるんだろう。とりあえず p 進法で表してみて。よくわからないけど了解なのだ。p の n 乗を p 進法で表すとこのようになるね。 p 進法では p をかけると桁が一つ左にずれるから、1に p を n 回かけると確かにこうなるわね。それでは改めて n を無限大に飛ばすと0の桁がどんどん増えていくから、 p 進数の世界ではこれは0に収束するで合ってるかな。あなたも p 進数の世界が分かってきたようね。さて p の n 乗が0に収束するから、これで等比級数の公式と同じ形の等式が得られるね。あとは p 進数において成り立つこの等式で、特に p=2の場合を考えれば確かにこの等式が得られるのだ。実数の世界と p 進数の世界、その性質は大きく異なるけど、今の証明の流れは驚くほど似ていたわね。 p 進数なんでこんなこと考えるのって最初は思ったけど、確かに実数とは別の興味深い世界が広がっているようなのだ。分かってもらえたようね。ところで p 進数ってなんで p が素数なの？
これは厄介な質問が来たわ。数学的にちゃんと回答するのが難しい質問なんだけど。それじゃあ仮に p イコール10としましょう。10は2とか5で割り切れるから素数ではないね。ここでこのような掛け算を考える。 p イコール10だからこれは10進法的な書き方だけど、どっちの数も桁が無限に続いているのだ。実際にこれを計算してみるとその結果は0となることがわかるわ。そうなの？0でない数同士をかけたのに結果が0になってしまったのだ。ざっくり言えばこれは p イコール10が素数でないことが原因となっている。これはこれで興味深い結果とは言えるけども、2つの数の積が0の時、少なくとも一方は0であること。この論理が成り立たない世界は実数と大きく異なる厄介な世界であるとも言える。これが p 進数を考えるときに p を素数とする理由のざっくりとした説明ね。そうだったんだ。ところで実は p 進数の方がある意味で実数よりもシンプルであることが知られているわ。どういうことなの？ p 進数って直感とかけ離れてるし、実数の方がずっとシンプルだと思うけど。ではこのような p 進数を考えましょう。小数部分があっても別にいいんだけど、簡単な例として p 進数の整数を考えるわね。これを各桁に分解すれば A0、A10、A200 と続いていくわ。ここで先に進むほど0が増えていく。つまり足す値が0に近づいていくわね。ふむふむ、そういうことか。そう考えると左に桁が無限に続いていたとしてもどこかに収束しそうな感じはするのだ。やっぱり不思議ではあるけどね。より一般には、これなら僕も知ってるのだ。ある数列の項を足し合わせた無限和が収束するならば、その数列は0に収束する。ただしその逆は必ずしも成り立たないけどね。確かに実数の世界ではそれが有名な事実よね。でも実は p 進数の世界では逆も成り立つことが知られているわ。そんな、まさか。つまり p 進数では無限和の収束条件が非常にシンプルに表せるということよ。確かに数列が0に収束するかだけ調べればいいんだね。これはあくまで一例だけど p 進数の世界がある意味で実数よりシンプルであることがわかるわね。 p 進数、なかなか侮れないやつだったのだ。一見奇抜なアイデアに思えるけども、整数論や量子力学などその応用範囲は広いみたいね。さて謎は解けたから先に進みましょうか。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。